けましておめでとうございます。ゆえてなものゆでろんです。今年もよろしくお願いします。というわけで早速行きましょう。新年一発目、週刊少年ジャンプ2022年56合併号ワンピース最新話1036話武士道という話死ぬことと見つけたりを考察していきます。この1036話ではついにジョイボーイとは何か、その謎の片鱗が提示され、さらにこれまでの僕の考察の答え合わせ会にもなっているようです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。まだ読んでいない人やコミック派の人は大いネタバレを含む内容です。さらに最新話の考察の場合は怒涛の語呂合わせ考察が続きますから、苦手な人は今すぐ動画をストップしてください。よろしいでしょうか。行きましょう。今回1036話のスタートはキングを倒したゾロ。倒されたキングは再びカイドウを思い出します。カイドウはまだそう思ってんのかキング、俺がジョイボーイだと語りました。つまり前回1035話のキングはカイドウに世界を変えられるかと聞いていましたから、ジョイボーイとは世界を変える男のことであり、ワンピースの世界にはどうやらジョイボーイ伝説があると。キングことアルベルはその世界を変えるジョイボーイこそがカイドウだと信じているようです。これが1036話の話数の語呂合わせ1つ目、人を見る目。人を見る目でしょう。さらに1036話の話数の語呂合わせ2つ目、人を魅了。人を魅了でしょうか。人を魅了するカイドウと人を見る目が問われるキング。そんなカイドウのイメージは多くの方の予想通り、いわばカイドウ。直訳すると英語でジョイボーイ。カイドウイコールジョイボーイであるとキングは考えているようです。しかし一方でゾロは同じようにルフィこそが世界を変える男だと信じているとも読み解けるでしょう。これが1036話の話数の語呂合わせ3つ目、合わさり。合わさりでしょう。6は中国語で竜なのでリです。海賊王になるとキングが信じているカイドウと、海賊王になるとゾロが信じているルフィ。人を魅了するルフィとカイドウ、ゾロとキング、どちらに人を見る目があるのでしょうか。キングとゾロの2人の過去が合わさります。そしてさらに1023話ウリ2つにおいて発火するサンジをクイーンは発火するルナーリア族じゃアルメーシと言って、サンジとキングがまるでウリ2つであるかのようなことを言っていましたが、なんとキングとゾロもその境遇はウリ2つだったようです。キングは海軍の施設パンクハザードで貼り付けにされた状態で海賊王を目指すカイドウと出会い海賊になりましたが、ゾロも海軍の施設チェルズタウンで貼り付けにされた状態で海賊王を目指すルフィと出会い海賊になりました。そんなルフィとカイドウはこちらの1012話の動画で同一であり統一の2人であると考えました。こちらです。ルフィとカイドウは統一であり同一です。例えばルフィの能力はゴムゴムであり、覇王色をまとう竜王を使い桜のイメージがあり、さらに鯉のぼりを飾る5月5日子供の日生まれです。一方カイドウは前回も考えましたが、桜に似た中国の花カイドウが由来でしょう。そしてカイドウの笑い方はゴロロロロロロなのでゴロ56です。5は中国語でウーです。さらにカイドウの誕生日は5月1日、つまり恋であり、恋が滝を登ると竜になり、竜王 VS 竜王が成立していて、それは統一、そして同一です。このようにルフィとカイドウは似た者同士の表裏一体で描かれています。さらにルフィとカイドウのジョイボーイ伝説は1014話のこちらの動画でこのように考えました。こちらです。ここでカイドウは覇王色をまとったルフィの即席の技術をお粗末だと称して、ゴムゴムのあんだってゴロロロロロロと海へ落ちるルフィをあざけ笑います。さらにカイドウはお前もジョイボーイにはなれなかったかと意味深なセリフを放ちました。これが1014話の話数の語呂合わせ2つ目、 D の意志。 D の意志だと考えます。10はフランス語ディスからの D です。こちらは強引さがある語呂合わせですが、強引かどうかは問題ではありません。強引だろうともこちらの語呂合わせは2週間前僕は事前予想できました。このカイドウのセリフはつまり光月おでんが待ち望んだ和の国を開国する者、世界を夜明けへ導く者、その予言の男ジョイボーイにルフィもなれなかったという意味でしょう。それではなぜジョイボーイと D の意志がつながるのでしょうか。それは僕はこちらの動画で D とはドーン、それは夜明けの意味だと考えているからです。ということは D の意志とは夜明けの意志だと訳せるので、それは和の国を開国するものであり、世界を夜明けへ導く者の意志、ドーン D の意志、それはジョイボーイ、おそらくはルフィなのでしょう。さらに僕は3話前の1011話の考察ですでにジョイボーイについて考えています。それは1011話には隠し話数の語呂合わせとしてジ
ジョイボーイ。ジョイボーイが成立しそうだと考え、これはカイドウのセリフ、窮地ほど笑い、笑うほどにかという笑いとルフィが重なるシーンがジョイボーイや笑い話、ラフテルへつながっていくイメージかもしれないと考えました。窮地に笑える男、窮地を喜べる男、それがジョイボーイです。しかしこの1014話でカイドウはルフィをジョイボーイにはなれなかったなと言っています。ただこれはここまでの僕の考察や話の流れを考えれば、奈落へ落とされたルフィはおそらく窮地ほど笑うジョイボーイでしょう。ルフィイコールジョイボーイならば、ジョイボーイを漢字にするとそれはカイドウ。ルフィイコールジョイボーイ、カイドウイコールカイドウ。このルフィとカイドウのジョイボーイ伝説の重なりや2人の合わさりは今回1036話の後半でも分かります。そしてルフィが海賊王を目指すならゾロはなってやろうじゃねえか、地獄の王にとキングとゾロの境遇が合わさりましたが、勝者は猿王ゾロ。キングは鬼ヶ島から地上へと落ちていきました。ここまでルナーリア族キングの能力の正体や歴史をいろいろと考えましたが、今回それらは明かされませんでした。また前回キングが太陽の神ニカである可能性を少し考えましたが、結局キングは誰も笑顔にせず誰も解放していませんから、キングが太陽の神ニカである可能性はかなり低そうです。ルナーリア族の謎については今後明かされる日を待ちましょう。そんなゾロとキングの勝負の行方を見ていたのは翼があるメアリーズ。メアリーズは来賓の間に一人残った CP0 の男にキングの敗北を報告します。このメアリーズももちろん1036話の話数の語呂合わせ、人を見る目でしょう。 CP0 の男は大看板も飛び六方も全滅とはシャレにならんと言いますが、一方でまだカイドウ、ビッグマム2人の4校は残っているといい、ここで鬼ヶ島の現在の戦況のおさらいです。鬼ヶ島の戦いには4校との戦いの他にルフィがカイドウに勝利することで消えるホムラ雲によって火薬を積んだ鬼ヶ島は花の都に直撃し火の海になるといいます。この展開は1年前魚人島先取説から導いた白星と桃之助の表裏一体から考察できました。こちらです。魚人島に落とされたノアの箱舟を止めるルフィを白星姫が止めたなら、桃之助は逆にワノ国の花の都に落とされるかもしれない鬼ヶ島を止めてワノ国を救いヒーローになるのかもしれません。鬼ヶ島はカイドウの竜の能力ホムラ雲によって浮かんでいるので、ルフィがカイドウをもしも倒したなら鬼ヶ島は浮力を失い花の都へ落下して火の海になってしまうかもしれません。これを止めるヒーローが桃之助。桃之助はおそらくカイドウのウオウオの実の精巧なコピー、ベガパンクが作った人造悪魔の実を食べたのでしょう。桃之助もカイドウと同じようにホムラ雲を発生させることができますから、落下する鬼ヶ島の軌道をそらすことができそうです。この通り竜となった桃之助が人知れず鬼ヶ島の落下を防いでおり、しかも1年前の考察通り桃之助は鬼ヶ島を受け止めるというよりもホムラ雲を引っ張って軌道をそらしています。これはまるで魚人島に落下する箱舟ノアを海王類が引っ張ったシーンと重なります。となると白星が海王類を呼び寄せたように、もしかすると桃之助はワノ国にズニーシャを呼び寄せる可能性もあるのでしょうか。ズニーシャは桃之助の命令にのみ動く巨大な像であり、ズニーシャが来れば浮遊する鬼ヶ島を受け止められて、さらに燃える鬼ヶ島をズニーシャの噴火雨で鎮火できそうです。一見するとこの可能性はぶっ飛んでいるようですが、ズニーシャが来ればワノ国を取り囲んでいる世界政府の複数の艦隊をズニーシャなら蹴散らせますし、また日本の歴史から見ても江戸時代の8代将軍吉宗は象を江戸に呼び寄せており、この時江戸では象ブームが起こり象にまつわるものがたくさん作られています。さらに歌舞伎には象引きという演目もありますから、日本がモチーフのワノ国に象が来ることは不自然ではありません。脱線しましたが、落下する鬼ヶ島を防ぐ桃之助は1036話の話数の語呂合わせ4つ目、天を見ろ。天を見ろでしょうか。こちらは2週間前語呂合わせのみ的中できました。この天を見ろとは天に浮かぶ鬼ヶ島とまだ残っている2人の4校を表しているのでしょう。さらに鬼ヶ島内では自爆をしようと武器庫を目指している勘十郎の火前坊が移動中、これを阻止しようとしているのが大和と風雅です。そんな鬼ヶ島の武器庫の扉をロックして守っているのが、ここまで登場していなかった6番目のナンバーズの6機。これが1036話の話数の語呂合わせ5つ目、倒産6機。倒産6機でしょう。そんな6機に風雅が突っ込んで武器庫の扉が開き、大和がついに武器庫に到達しました。場面は変わって瀕死の金右衛門とお菊を守るウソップ。しかしウソップは百獣海賊団たちに包囲されています。
そんな状況下で、金右衛門もお菊も自分たちは置いていけとウソップに言いますが、これにウソップは、この死にたがりの侍どもめ、何が責任取って腹切りだ。とぶち切れ、ウソップは見苦しくても生きていくことを侍たちに問いかけます。これが1036話の話数の語呂合わせ6つ目。問う侍でしょう。こちらも2週間前、語呂合わせのみ的中できました。そんなウソップたちを助けに来たのが二丁拳銃の伊蔵。伊蔵は二丁拳銃を華麗に乱射します。これが1036話の話数の語呂合わせ7つ目。13乱でしょう。そして伊蔵もルフィを信じるなら生き延びろと瀕死の侍金右衛門とお菊に問いかけます。これも1036話の話数の語呂合わせ問う侍人を魅了でしょうか。伊蔵はウソップに金右衛門とお菊を任せます。場面は変わって場内3回雷蔵 VS 福六十。なんと2人はお互いに金縛りの術をかけておりどちらも動けません。これが1036話の話数の語呂合わせ8つ目。トゥーザロックでしょう。ロックとはもちろん錠前または身動きが取れない状態です。2人とも身動きが取れませんが、ケツに火がついたのは雷蔵はこの絶体絶命の状況から脱出できるのでしょうか。場面は変わって宝物殿の小紫と黒住オロチ。相変わらずオロチは小紫にメロメロで、小紫にあの曲を弾いてくれと頼んでいます。これも1036話の話数の語呂合わせ人を魅了でしょう。あの曲とはおでんも好きだった月姫でしょうか。さらに場面は変わって場内地下のアプードレイク VS CP0。ここで姑息な男アプーとインビはドレイクとザンギを見捨てて CP0 から逃亡しています。これが1036話の話数の語呂合わせ9つ目。アプーサルでしょう。そしてドレイクとザンギは CP0 にやられて虫の息です。このアプーの裏切りとドレイクの敗北はこちらの1030話の動画で的中できました。こちらです。ワンピース史上最も姑息な男アプーとドレイクは手を組むのでしょうか。ドレイクはアプーを信用できないと言っていますので、ワンピースのパターンでは逆に決裂せず手を組むのでしょう。語呂合わせも合わさりですし、ただドレイクがアプーと手を組むとホーキンスの占いが気になってきます。ホーキンスは990話である男が明日まで生きている確率を占っており、その結果は 1% でした。この男はそのままドレイクではないでしょうか。希望であるルフィを裏切りドレイクがアプーと手を組むと、ドレイクの運命はかなり危ないものになりそうです。そしてホーキンスが占った生存確率 1% の男とはアニメでドレイクのことだと判明していますから、つまりここまで外しまくっていたホーキンスの占いが的中して 1% の男ドレイクは敗北して瀕死となっています。ここでドレイクを倒した CP0 にもう一人の CP0 から電話がかかり、大看板が全滅したことを報告。そして CP0 の男は、万が一新世代が勝利するようなことがあれば世界中で起きている事件に追い風を与えることになるだろうと言います。世界中で起きている事件とは何でしょうか。世界中ということは考えられるのはおそらく革命軍による革命への動きでしょうか。ちなみにこのシーンでサンジは遅めに解放してもらっていますが、サンジのぐるま湯が元に戻っています。どうやらサンジのぐるま湯は戦闘時にのみ革命が起こって逆になるようです。さらに CP0 の男は、ここからの数分の出来事は時代を分けるぞと言うと、これにもう一人の CP0 の男は、確かにそうだがここが人類の限界じゃねえかと意味深なセリフを語りました。それはルフィ側が人類でカイドウとビッグマムが化け物という意味でしょうか。しかしルフィは1008話でカイドウは同じ人間だとも言っていました。とにかくルフィがカイドウを倒せば前代未聞の事件に発展しそうです。これが1036話の話数の語呂合わせ10個目。異例未聞でしょうか。そしてついにルフィ VS カイドウの第3戦目が開幕しました。ルフィはカイドウの金棒攻撃を食らいつつも、ゴムゴムのロックガンを発動。カイドウを思いっきりぶっ飛ばします。これが1036話の話数の語呂合わせ11個目。ドゥーザロックでしょう。ロックとは揺さぶる、最高の思いを貫く、衝撃を与えるという意味であり、ドゥーザロックならロックしようぜという意味になり、さらにカイドウはワノ国をロックしているトゥーザロックでしょう。自由な男ルフィのロックと閉ざす男カイドウのロック、さらにこのロックガンの会長とは以前も考えた伝説のロック長でしょう。1000話でルフィがカイドウに放ったレッドロックの由来は2021年2月発売の雑誌で、伝説のロック長別名ルフから名付けたと小田先生は語っていましたが、それらが明かされる1ヶ月前にこのように考えました。こちらです。
ロック長とは象3匹をわしづかみにするほどの伝説の怪鳥で、それは船乗りシンドバードの物語に登場します。ワンピースの前半の海ではとにかく数多くの飛べない鳥の名前を持つキャラが登場していました。クイナ、タシギ、ロビン、ノジコ、アイサ、キウイなどなど数多くの飛べない鳥キャラクターが登場していますが、ポイントは2はその男麦わらのルフィというルフィを表す超重要な貝の扉絵です。この扉絵にはなぜかルフィが飛べない鳥ダチョウと一緒に登場していますが、この鳥はおそらくダチョウではありません。それはかつて大航海時代のアフリカマダガスカル島に生息していた史上最も体重が重いダチョウのような巨大な鳥、その名もエピオルニスだと僕は考えます。絶滅したエピオルニスはダチョウを大きく上回る巨大な飛べない鳥であり、卵も巨大だったのですが、このエピオルニスこそが実は伝説のロック長のモデルと言われているのです。そしてロック長の別名ルフとはルフィともリンクしており、2はその男麦わらのルフィと同じようなタイトル、1000は麦わらのルフィで、ルフィが披露した技はレッドロック、ここに繋がります。このようにロック長ルフィは2話と繋がると考えましたが、そして今回1036話も2話と繋がっている描写がありました。それはルフィがロックガンを放つ一つ前のコマ、ここでルフィはカイドウの金棒に頭を攻撃されていますが、2話でもルフィは頭をアルビダに金棒で攻撃されていました。これが2話、その男麦わらのルフィの扉への巨大なダチョウエピオルニスと、1000話麦わらのルフィで放ったレッドロックのロック長、そして1036話のロックガンのロック長とつながる伏線です。そしてまだあります。それはルフィ、ゾロ、サンジのアラビアンナイトつながりです。アラビアンナイトつながりはこのように考えました。こちらです。つまり新しいサンジは心がないマシーンにはならずに心を残した魔人になりました。そして先週の1033話の僕の動画を見た人だけがわかる奇跡の一致がこの1034話で実現しています。先週1033話の話数の語呂合わせはセサミ、ゴマであり、それは開けゴマ、欧米ではオープンセサミであり、アラビアンナイト、アリババと40人の盗賊で扉が開く呪文、それはゾロに眠っていた扉が開く語呂合わせ覇王色の覇気の解放だと考えましたが、今回のサンジは魔人イフリートになっています。炎の魔人イフリートとはアラビアンナイト、アラジンと魔法のランプに登場するジン、ランプのせいです。つまり1033話はアリババ、開けゴマのゾロ、1034話はアラジン、ランプのせいのサンジ、奇跡のアラビアンナイトつながりがここに完成しました。アリババの呪文ゾロ、アラジンの魔人サンジ、そしてシンドバッドのロック長ルフィです。アラビアンナイトつながりが3連続で決まりました。ここでルフィとカイドウは共に倒れて共に笑います。2人は統一で同一。ルフィは楽しくなってきたと笑い、カイドウも俺もだと笑い、窮地ほど笑い、笑うほどにか、笑うほどにか。このセリフが登場したのは1011話、隠し語呂合わせはジョイボーイ、ジョイボーイ。2人のカイドウ、ジョイボーイの最終決戦の始まりです。それはロック vs ロックの戦い、海賊の高み。これが1036話の話数の語呂合わせ12個目。It's awesome。It's awesome でしょう。オーサムとは恐ろしいほどすごい、かっこいい、鬼やばいという意味です。ちなみに1036話のカラー扉絵では今年の干支寅年なので虎と麦わらの一味、そして雪が積もった街が氷漬けになっていますが、この扉絵の語呂合わせも It's awesome。 それは It's awesome でしょうか。オーサムとオーサムがかかっているかもしれません。そしてさらにこの扉絵で凍った街の壁にはル・ソレイルと書かれています。ル・ソレイルとはフランス語で太陽ですから、太陽が氷漬けにされているイメージでしょうか。しかもそのル・ソレイルの下には967とも書かれています。967話はロジャーの冒険、つまり太陽イコールロジャーということでしょうか。いや、そうではないでしょう。967を表す人物はおそらくロジャーではありません。967を表す人物、それはジョイボーイ。ラフテルに到達したロジャーはジョイボーイの手紙で笑っていました。つまりジョイボーイは死んでからもなお人を笑わしています。そして今回ルフィはカイドウを笑わしています。ルフィイコール世界を変えるジョイボーイ、そしてジョイボーイイコール人を笑わせ苦悩を解放する太陽の神ニカなのかもしれません。
さらに考えるなら、その太陽のジョイボーイは氷漬けになっていますから、氷漬けといえば906話の聖地マリージョアで氷漬けにされていた麦わら帽子でしょう。906話の話数の語呂合わせはクールです。It's awesome とクール。この麦わら帽子はやはりジョイボーイのものかもしれません。さらに他にも扉絵には意味深な単語が並んでいます。ゾロの腕にはメイド立法、波紋を作ったと書いてあり、ブルックの服にはハイタイド、満潮と書かれ、ジンベエの服にはディープブルー、深海とも書かれています。これらはもしかしてラフテルのヒントなのでしょうか。またルフィの腕にはジョン・レノンの妻小野陽子さんの名言 Every drop in the ocean count、 大海の中の一滴一滴に価値があるという名言も書かれており、意味深です。ちなみにこちらの動画ではカイドウはラブーンと表裏一体であり、カイドウは過去に仲間に裏切られたかもしれないと考え、カイドウは友達を欲しがっていると考察しましたが、なんとなく今回のルフィとカイドウの関係は標的と書いて友ではないでしょうか。カイドウを笑わせたルフィは最強の存在という苦悩を抱えているカイドウを解放するかもしれません。以上です。今回の1036話はこれまでの考察の答え合わせ会でした。今回の答え合わせ会ではなかなかいい結果が残せたなと考えています。また2022年新年一発目のワンピースでルフィとカイドウは笑いました。つまりその意味とは、笑うカイドウには福来たる。ルフィとカイドウ、二人のカイドウの初笑いで始まった2022年、おめでたいですね。続いてはいつものように次号1037話の展開を話数の語呂合わせから考えていきましょう。1037話の話数の語呂合わせ予想一つ目はドミナント。ドミナントというのはどうでしょうか。ドミナントとは支配的なという意味ですから、支配的なカイドウがワノ国を支配する理由や野望を語るかもしれません。もしくは支配的な天竜人や世界政府の動きが語られる可能性もあります。1037話の話数の語呂合わせ予想2つ目は通さない。通さないというのはどうでしょうか。フーガにやられたロッキがヤマトを邪魔するかもしれません。またカイドウとビッグマムが新世代たちを通さない、つまり跳ねのけると宣言するかもしれません。1037話の話数の語呂合わせ予想3つ目は遠道。遠道というのはどうでしょうか。7は中国語で地位です。遠道とは長い道のり、遠回りすることですから、例えば20年間オロチを倒すために費やしてきた復讐心が語られるかもしれません。もしくは遠道ですから、ロードポーネグリフの話がカイドウから語られる可能性もあります。1037の話数の語呂合わせ予想4つ目はイルミナティ。イルミナティというのはどうでしょうか。イルミナティとはラテン語で光に照らされたものという意味であり、もともとは貴族が支配する封建制度に反して自由を求めたグループがイルミナティと名乗っていましたが、貴族たちはイルミナティとは大衆を革命へ扇動した黒幕だと陰謀論を主張して、現代でイルミナティという言葉はなんだか怪しい秘密結社というイメージになっています。ワンピースにおけるイルミナティはおそらくドラゴン率いる革命軍でしょうか。1037話で革命軍の動きが描かれるかもしれません。以上です。皆さんはどう思われましたか。ご意見や考察してほしいなどがあればコメント欄までよろしくお願いします。ありがとうございました。腕を失った菊之丞ですが、心は折れていません。再びカイドウに顔を向けると、カイドウはいつでも覚悟がある。俺は侍が好きだ。と語ります。これが994話の話数の語呂合わせ2つ目。家中にすべし。家中にすべしでしょう。家中にすべしとは、江戸時代の武士道の教科書、葉隠の関東に書かれた一文で、その意味は、読んだ後この書は火で焼き捨てろという秘伝の極意だという意味です。この葉隠は武士道とは死ぬことと見つけたりで有名な書物です。その正しい意味とは死ねばいいという意味ではなく、死ぬ覚悟で挑めという意味です。ここでは金右衛門の火と菊之丞の覚悟、
カイドウのセリフ、覚悟がある侍が好きだという3点から、葉隠れの関東の一文、家中にすべしにたどり着き、語呂合わせしました。死の覚悟を持った侍、菊之丞の傷口を火で焼いたシーンは、まさに武士道を心得たら家中にすべし、つまり焼いてしまえです。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。